美咲、さっきから何してるの？石の上に座っています。見ればわかるよ。なんで？あと3年、ここに座ります。3年。お尻が大変なことになるよ。石の上にも3年ですから。それ、本当に石に座る話なの？違うと思う。じゃあ早く立って。はい、でもこのことわざ、日本人なら一度は聞いたことがあるよね。勉強、部活、仕事。何かをやめたいというと、どこからか聞こえてくる。石の上にも3年だよ。もう少し頑張りなさい。日本人の DNA に刻まれてる気がする。もちろん本当の DNA ではありません。でもそれくらい有名なことわざです。そこで今日は3つのことを話します。1つ目、石の上にも3年はどういう意味？ 2つ目、どうして3年なの？本当に3年必要？ 3つ目、続けることとただ我慢することは同じなの？ということで始まりました。レイトナイトジャパニーズチャット。私たち、美咲とのぞみがお届けします。今日も楽しく話していきましょう。まず一つ目、ことわざを言葉通りに見てみよう。石の上にも3年。石は冷たい。でも長い間ずっと座っていれば、冷たい石も暖かくなる。人の体温で、そういうイメージだね。そこから大変でも辛抱強く続ければ、いつか結果が出るという意味で使われます。辛抱は辛いことがあっても耐えて続けること。例えば、新しい仕事を始めたけど、わからないことばかりで自信がない。でも少しずつ仕事を覚えてできることが増えていく。そんな時に、石の上にも3年。すぐに諦めないでと言います。楽器やスポーツ、日本語の勉強にも使えそう。最初は毎日やっても全然上手になっていない気がする。でも3ヶ月前の自分と比べると少しできるようになっている。すぐには見えない変化を信じて続ける。そこがこのことわざのいいところだね。では2つ目。本当に3年続けないといけないの？3年ちょうどという意味ではありません。よかった。今日から1095日数えなくていいんだ。うるう年が入ったらもっと複雑になるよ。じゃあどうして3なの？1年でも5年でもなくて、日本語のことわざでは3が一つの区切りや長い時間を表す数字として使われることがあります。つまり3年はカレンダーの3年よりすぐに諦めないでしばらく続けように近い。そう、3年経った瞬間に急に成功するわけでもないしね。あと10秒、9、8、7。何を待ってるの？3年続けたから急に天才になる予定。そのシステムならみんな続けるね。大切なのは数字よりその時間に何をするかなんだ。同じ場所にいるだけではなくて、試したり失敗したり少しずつ学んだりすることだね。このことわざ、どんな場面でよく聞く？やっぱり何かをやめたい時かな。仕事を始めてまだ半年だけどうまくいかない。すると家族や先輩が言います。石の上にも3年。まだ半年でしょ？ああ、聞こえる。日本のどこかから聞こえる。さっきの DNA の話？特に上の世代から言われるイメージがある。昔は同じ会社や同じ仕事を長く続けることが今より大切に考えられていたからね。会社だけじゃなくて部活や習い事でも一度始めたなら簡単にやめない。その考え方に助けられることもある。始めたばかりの時は誰でも下手だから。最初のできない時期を超えたら急に面白くなることもあるよね。そう、少し続けたからこそ見える景色もある。日本語もそうかも。ひらがなを覚えている時はまだ会話まで遠く感じる。でも続けるとある日ドラマの一言が聞こえる。今わかったっていう瞬間嬉しいよね。では3つ目。続けることとただ我慢することは同じなのか？昔はかなり同じように使われていた気がする。辛くても我慢する。途中でやめないことが強さだと考えられる場面は多かったね。今も続ける力は大切。でも何があっても3年耐えるという意味ではないよね。例えば練習が難しい、覚えることが多い、すぐに上手にならない。それは続けることで変わる可能性がある。でも体や心が壊れそう。ひどい言葉を毎日言われる。危険な環境にいる。それは石の上にも3年で我慢しなくていい。石が冷たいだけなら少し待ってもいい。でも石に大きな針が出ていたらすぐ立って3年どころか3秒もダメ。そういうこと。辛いの中にも成長の途中の辛さと自分を傷つける辛さがあるんだね。
その違いを考えることが大切だと思う。でも途中でやめたら逃げたと思われそうで怖い人もいるよね。でもやめることと諦めることもいつも同じではないよ。どう違うの？方法を変えるために今のやり方をやめることもある。日本語の教科書が難しすぎたらもっと自分に合う本に変える。それは日本語を諦めたわけじゃない。座る石を変えただけ。おー、今日の名言が出ました。自分で言ってちょっと恥ずかしい。仕事を変えても別の場所で経験が役立つかもしれない。そう。続けた時間もやめた経験も全部が無駄になるわけではないよ。じゃあ石の上にも3年は命令じゃなくてヒントとして聞けばいいのかな？もう少し続けたら見えるものがあるかもしれないよという応援の言葉。でも最後に決めるのは自分。石に座るのも立つのも別の石を探すのも自分で決めていい。では今日の3つのポイントをまとめよう。1つ目、石の上にも3年は大変でも根気強く続ければいつか結果が出るということわざ。2つ目、3年は必ず3年という意味ではなく長い期間を表しています。3つ目、努力を続けることと自分を傷つけながら我慢することは違う。続ける強さもある。やり方や場所を変える強さもある。最初は石に3年座る話だったのにちょっと深い話になったね。じゃあ最後に一つ聞いていい？何？さっきまで私が座ってた石どこに行った？腰が痛くなりそうだったから片付けました。3年待たずに健康が一番です。その判断は正しい。皆さんの国にも長く続けることが大切という意味のことわざはありますか？そして今皆さんが続けていることは何ですか？今夜も聞いてくれてありがとうございました。この番組があなたの日本語の居場所の一つになれたら嬉しいです。よかったらチャンネル登録してまた帰ってきてね。また次回デートナイトジャパニーズチャットでお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。